第5章、気づかない本質的な欠点。僕たちが乗った円盤は気圧星に向かっていた。円盤は光のような遅いスピードで飛行するのではなく、単に位置するだけ。つまり、なんだかとても難しい時間空間の収縮と屈曲だとか、歪みだとかいう方法によって、一瞬のうちにどこにでも行くことができるんだと、アミは前回の旅で教えてくれた。僕たちがどこかに位置していると、いつも星は決まって伸びたようになって、その後で白く輝くもやが現れた。それが今まさに起こっていた。窓の外を見ながら、僕は光に慣れていない人にたくさんの光を見せるのは良くないというアミの発言について考えていた。もちろんアミが僕の考えていることをキャッチしているのは知っていたのでこう言った。なんとなくはわかるけど、光に慣れている人に闇を見せるのは良くない。こっちの方はどうもよくわからない。それを聞いてビンカが、死ぬほどショックを受ける。ふうに言ったので僕はびっくりした。ビンカはそのことがわかるの？じゃあどうして？ただ、さっきアミが言ったことを繰り返しただけよ。私もよくわからないわ。アミ、それどういう意味なの？例えばある種の悲惨な生活というものを知らないでいる人には、急に闇を見せない方がいい。徐々に行かないとね。例えば死骸を見せることとか。でもそれはそれほどショックでもないわ。ビンカがたくましい口調で言った。じゃあ腐敗した死骸は？キャーよくわかったわ。それと同時に人の内面の闇をも指しているんだよ。アミは時々気を持たせるような言い方をする。もうこの辺で謎めかした言い方はやめて、早く説明してよ、とアミに向かって言った。つまり多くの人が自分自身のことを素晴らしい人だと思い込んでいるんだよ。自分の持っているいくつかの欠点を全く直視することができないでいる。その欠点は時にはとても重症だ。でも自分では気がつかないその欠点をまさに他人の中に見出すと、その人を人一倍激しく非難するということがいつも起こるんだよ。そして突然人からその欠点を指摘されようものなら死ぬほどひどいショックを受けるんだ。いつも自分を美しいと思い込んでいた醜い幸せ者の小さな人のお話を知ってるかい？知らない。それまで一度も鏡を見たことがなかったんだ。そして初めて鏡を見た時から悲劇が始まったんだ。わかるかい？今度は二人ともとうなずいた。我々を愛から引き離しているエゴという自分の中の醜い部分には、それを支えて縛り付けている根があるんだ。その根って一番大きな本質的な欠点だよ。我々にはいくつもの欠点があるけど、その中で一番重症なやつだ。それががっちりとエゴを支えているんだ。ちょうど土に埋まって外からは見えない木の根のように、自分で見つけるのはたやすいことじゃない。他人の方がずっと見つけやすい。でも他人からそれを知らされると、自分を美しいと思い込んでいた醜い幸せ者の小さな人と同じように、我々のかわいそうなエゴはその支えを失って、我々は死ぬほどショックを受けるよ。僕はどうもこの話に納得できなかった。なんでなの？もしエゴがなくなったとしたら、もっとずっと幸せじゃない。純粋な愛にもより近づけるわけだし、まだ一人で泳げない人からいきなり救命具を取ってしまったら大変なことになるよ。またまた謎めいた言い方をして、それどういうことなの？ある程度までの水準の人生において、エゴは一種の救命具のような保護者的な役目をしている。でももしもっと上の水準に進歩したければ、その重い救命具、つまりエゴのことだけど、それを一緒に持っていくことはできないんだ。まず一人で泳ぐことを学ばなければならない。いつか二者択一しなければならない時期というものがやってくるんだよ。その泳ぐことを学ぶってどういう意味なの？宇宙の法にのっとって生きることを学ぶということだよ。もし愛と共に生きていけるなら、他には何も必要じゃない。
でもまだ君たちは愛をどうやって手に入れたらいいのかも知らないでいる。それだからこそこれからキアに行く意味があるんだ。アミは僕の基本的な欠点を知ってるの？もちろんだよ。マンバチャよりも醜いやつをね。とアミは笑って答えた。なんだって？マンバチャだよ。戦士時代のとても醜悪な動物のことだ。ビンカはかなり迷った挙句に言った。私もその醜悪な欠点を持っているの？もちろん。チャカチャカ。これも同じくらい戦士時代の醜い動物のようなグロテスクな欠点をね。そうでなかったらビンカはキアにおいて使命を持って働いていないよ。私が使命を持っているって？その使命って？僕の本質的な欠点って何なの？二人は同時に質問した。小さな宇宙人は赤ん坊のような柔らかい笑いを見せていった。二人の質問にいっぺんには答えられないよ。まず欠点について、その次にそれぞれが持っている使命について説明していこう。使命？僕にも何か使命があるの？これで質問が3つになったね。欠点については今ここで言うわけにはいかない。なぜなら予期しないあまりにも醜い現実を知らされて、それに耐えられるだけの用意ができていないから。君たちはまだ救命具なしでは一人で泳げないんだ。だから二次的な欠点を少しずつ示していくことにしよう。これは3人にとって相当デリケートな、しかもきつい仕事だ。ペドリート、前に君の醜い部分を指摘しただろう？ああ、あの抽象のことか。アミに非難されたことを思い出して、僕は再び不愉快になった。アミはまた笑った。いつも同じだよ。自己防衛の反応というのは中傷、不正、侮辱、非難。だけど最初の一撃はすでに加えてある。そのことを君はもう少なくとも自覚している。エゴの一枝はもう折られている。一度欠点を見て受け入れられたら、あとはそれと戦うことができるようになる。時にはそれを受け入れるのに時間がかかるとしてもね。アミは僕の様子を見て続けた。こうやってだんだんと基本的な欠点には近づいていける。でも同時に一人で泳ぐことも学んでいかないといけないけど。ところで使命の方は？ミカはもう待ちきれないといった感じで質問を切り出した。僕はまだその時、アミの言う僕の欠点やエゴについてはっきりとは分からなかった。そして相変わらずアミが僕を攻撃しているように思えてとても不快だった。ペドリート、僕が君に言ったことは君だけでなく全ての人に当てはまることなんだよ。アミは僕の考えていることをキャッチしていった。ミンカはなおも繰り返していった。じゃあアミ、今度は使命の方を教えて。私たちどんな使命を持っているの？君たちは僕の言った通りに本を書いただろう？ええ、ビンカと僕は同時に答えた。君も？じゃああなたも？また二人は同時に言った。二人とも僕と出会った体験を本に書いた。そう言った後でアミは僕たち二人の驚く様子を確かめるように見つめていた。僕は興味津々でビンカに聞いた。君の書いた本のタイトルは？アミ小さな宇宙人。とビンカは答えた。それは盗作だ。僕は驚いていった。アミはお腹を抱えて笑った。どうして盗作なの？ビンカは無邪気な視線で僕を見た。だってそれは僕の書いた僕の本のタイトルだよ。そう。でもなんて美しい偶然なんでしょう。で、あなたは何について書いたの？アミとの出会いとか、僕のおばあちゃんのこととか。私はアミとの出会いの話。でも私おばあちゃんはいないの。文明世界でバスタンへ行ったわ。それからルックナとフィルス、そして色彩の世界にも。静かに。操縦盤から高い音が発せられていた。赤い光がチカチカと点滅し始めた。赤警報だ。素晴らしい。アミが叫んだ。どうして赤警報の鳴るのが素晴らしいことなの？それどういう意味？とビンカがちょっと驚いて聞いた。地震が近づいてるんだ。ちょうどいいチャンスだ。地震だって？
僕はとても不安になった。地球でね、今地球の振動を減少させる作業をしているんだ。見学するいいチャンスだ。地球に戻ろう。その後でキアに行こう。じゃあ、君たち地震を防ぐこともできるっていうことなの？僕は好奇心に駆られて聞いた。時々。しかもほんのいくつかの地震だけだよ。仲間の円盤がたくさん地球を地震から守る仕事に携わっているんだ。仲間って？宇宙振興の仲間だよ。アミは操縦桿を動かしながら言った。僕は頭をかいていった。これはちょっとややこしいことになった。ビンカも同感というようにうなずいた。今度の2度目の旅は君たちにとって一級上のレベルになるんだ。でも心配することないよ。少しずつ説明していこう。まず君たちの使命についてだけど、これから言うことはもう当然君たちは知っておかなくちゃならないことだから言うけど、実は君たちはもともと自分たちの生まれた星の出身ではないんだ。ビンカ、君はキアの出身ではない。そしてペドリート、君は地球の出身ではないんだ。と言って、アミは僕たちの驚いた顔を楽しむかのように足を組み替えて椅子に座り直した。そんなこと考えられないわ。私はキアに生まれてちゃんと戸籍もあるし、黒岡おばさんは私のおしめを取り替えたって言ってたわ。僕だって地球に生まれたのは確かだし、僕のばあちゃんは、アミは笑って僕の言葉を遮った。その通り、君たちはそれぞれの星に生まれた。でも本来はその星の出身じゃないんだ。でもある人があるところで生まれたら、その人はそこの出身になるんだよ。必ずしもそうとは言えない。君たちは未開世界に生まれた。でも君たちの魂は信仰世界から来ているんだ。君たちは自分の使命を果たすためにそれぞれの星に生まれてきたんだよ。